この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、キラキラしたイラストですよね。イラストレーター名、ES さん。タイトル、天使ちゃん。初めて厚塗りに挑戦し、一度完成した作品を斉藤先生が添削するならどうするか、自分なりに考えて書き直しました。すごいですね。可愛く描けたとは思うのですが、いまいちパッとしません。どうすればもっと印象に残る作品になるか、修正すべき点を知りたいです。プロの方の意見を教えてください。とのことです。まずですね、この絵を見て一番最初に思ったことは、コントラストの付け方と、あと何よりもね、すごく可愛い顔が描けてるってこと。コントラストがね、しっかりついていて、そして顔の完成度も高いので、すごくね、作品がキラキラして見えました。何よりも目の描き方だけでも ES さんがすごく勉強されたんだなっていうことがわかります。素晴らしいと思います。で、どこを直していくかなんですけど、今回のテーマは ES さんがコメントで触れられていた印象に残る作品にするにはどうすればいいのかという点をキーワードに添削していきたいと思います。この絵ですね、確かによくまとまってはいるんですけど、より印象的にという観点から見ると、ここだけこうすればもっと良くなるのになっていう点があるんですね。それは何かというと、絵を見ている自分の立ち位置を考えるということです。この作品ですね、実は1点だけ欠けているものがあります。それが、この絵を見ている人が何者で、どこから見ているのかという視点なんです。この視点を付け加えるだけで、おそらくこの作品は今以上に魅力的になるはずだと僕は感じました。それでは早速やってみましょう。まずですね、最初に、これはちょっと本筋とは関係ないんですが、作品を添削する前にレイヤーが分かれていない時なんかは、僕がね、レイヤーをまず最初に分けたりしているんですが、Photoshop にはすごく便利な選択ツールがあるので、それをね、ついでに紹介していきたいと思います。はい、ここを見てください。今ね、レイヤーが1枚ですよね。全部統合された状態です。この状態で、選択範囲から選択とマスク、これですね。これを選びます。そうすると、こんなモードに切り替わりました。この状態で選択したい場所をこんな風になぞっていくだけですね。ほら、どんどん選択されていくでしょ。はい。ちょっとね、一回なぞっただけでは、この選択したくない部分も同時に選択してしまう場合がありますが、これはね、後で調整します。こんな風に、どんどん、ね、選択したい場所をなぞっていくだけ。これね、気持ちいいんですよね。はい。で、大方選択し終わりました。そしたらね、この背景の部分とか透かしたい部分は、オプションを押しながら、もう一回、こんな風になぞってあげる。そうするとね、選択を解除することができます。そうですね。はい。こんな感じで人物を大方選択し終わりました。そしたら、エンターを押します。そうするとほら、ここを見てください。レイヤーマスクが追加されて、はい。こんな風に人物だけ切り取ることができました。かなりね、綺麗に切り取れるでしょ。でね、背景が消えてしまったので、背景をもう一回追加するには、同じレイヤーをコピーして、この選択範囲、このレイヤーマスクのね、下だけ反転してしまえば OK です。そうすれば、こんな風にね、人物だけ切り離せました。で、これだけでも十分なんですが、このままだとね、キャラクターを切り離した背景には何もない状態、穴が開いた状態ですよね。でね、この穴もですね、一瞬で穴埋めができちゃう方法があります。はい、それはですね、この穴の部分を選択した状態で、編集からコンテンツに応じた塗りつぶし、これを選びましょう。そして、エンターキーをポチッと押すと、はい、どうでしょう。これね、すごいでしょ。周りの状況にマッチするように穴埋めを自動でしてくれちゃいました。これはね、結構便利な機能なので、超おすすめです。Photoshop の人はぜひ試してみてください。はい。それではここから実際の添削に移っていきます。最初はキャラクターの部分ですね。今回のテーマは自分の立ち位置を考えるでした。
この絵ですね、パッと見、天使ちゃんを正面から見ている構図ですから、自分の立ち位置を考えると、自分も浮いたような状態に見えるんですが、よく見るとね、天使ちゃんは C のポーズをしてるんですよ。つまり、絵のこっち側にいる僕に、天使ちゃんは何かを内緒にしてほしいと思っている。じゃあ何を内緒にしてほしいのかと言ったら、決まっています。私が天使であること。これをね、内緒にしてほしいわけですよ。私実は天使なんだ。君だけに教えてあげる。あ、でも、誰にも内緒だよ。でね、人間である僕にそのことをこっそり打ち明けてくれた。そういうシチュエーションなんですね。でも、それが今の画面からはいまいち伝わってこない。そこをね、修正していきます。まずは、こうします。はい、まだ途中なんですけど、翼のね、角度を調整しています。翼の角度だけでもかなりね、違って見えるように思いますので、注目してみてください。続きやっていきます。はい、こんな風にね、羽の細部もどんどん書き込んでいきましょう。やっていきます。はい、翼のね、大きさをこんな風に修正しました。手前を大きく、奥をね、小さくしつつ、若干下から見上げたように角度をつけてみました。こういう大きなパーツだけでも見上げ構図を意識して角度をつけることによって、結構ね、見上げているニュアンスが伝わってきますよね。さらに胴体についても角度を調整していきましょう。はい、胴体についても正面ではなく若干下から見上げるような角度にしてみました。下から見上げるような角度にするにはどうすればいいのかっていうと、これはね、簡単です。この服のね、断面があるじゃないですか。この服の断面の、例えばこの袖口とか、あとはお腹周り、ここですね。ここをこんな風に断面、下から見上げた時に見えるこの断面を描いてあげるっていうことです。ほら、ここに注目して見てみるとわかるでしょ？この断面のね、円を意識したこの楕円を描いてあげると、下から見上げているような角度に簡単に修正できちゃいます。胴体が直したことで、腕がね、若干不自然になってしまったので、ここも直していきます。はい、手前のね、C の腕を調整しました。あとは、肩パーツ。このね、肩パーツですね。これも下から見上げている角度に調整しましょう。
はい、これで自然になりましたね。次は足の角度を修正していきます。足の角度は、これでも全然いいんですが、この奥の腕がね、膝を触っているポーズでした。ただこれだと若干無理をして膝を触りに行っているような、なんかね、ストレッチをしているような感じになってしまっていたので、それを避けるために足の向きは無理なく手が触れられるように画面奥に向かって修正したいと思います。はい、こんな感じですね。これで上半身をこんな風に前屈しなくても無理なく膝に触れるようになったと思います。あとは、若干ね、スカートの角度も調整します。はい、こんな感じですね。さあ、見比べてみましょう。ほら、どうですか？キャラクターの角度を変えただけで、彼女を見上げている僕は地上にいて、その僕を羽を羽ばたかせながら見下ろしている彼女。君だから教えたんだよ。二人だけの秘密だからね。でね、僕だけに秘密を打ち明けてくれたシーンが想像できるようになったと思います。相手と自分の立ち位置、関係性を考えて、見上げる構図か、見下げる構図か、正面の構図なのか、適切に選ぶだけでも、こんなにね、効果があります。ぜひ覚えておいてください。で、次は顔です。顔はね、ものすごくよく描けていますので、はっきり言ってね、あんまり修正するところはありません。特にね、この目、見てください。めちゃくちゃよく描けてますよね。ただちょっと角度をつけたことによって、顔だけちょっと正面を向いているような感じが強いので、少し浮いて見える部分もあります。そこをちょっとだけ修正していきます。まずはですね、目です。やってみます。はい、下まぶたを若干上に引き上げました。これだけでなんとなく下から見上げているニュアンスが出たと思います。あとは鼻の影ですね。はい、鼻の影を上の面だけ強調してみました。これもね、若干下から見上げているニュアンスを付け加えることができます。あとは三つ編みについても少しだけ修正します。はい、三つ上げを自然な形でふわっと広げつつ、上からの光を強調してみました。特にね、上からの光、これをね、当ててあげることによって、下を向いている面が影になりますから、それによって見上げ構図であることを強調する狙いがあります。あとはついでに、前髪に入っているこのハイライトですね。この部分。これについても見上げであることを意識して角度を変更します。どうするかっていうと、さっき紹介した楕円がありましたよね。下からの角度を強調するには、こういう楕円。これをね、意識する必要があるよっていう風にさっき話しました。なので、この断面を意識して、こういう楕円が見えるようにすれば、下からの見上げを強調することができます。このハイライトの入れ方も一緒です。この楕円のラインを意識しながらハイライトを入れてみましょう。こうすると、ほら、どうですか？結構ね、微細な違いではありますが、これと、これ。そうです。なんとなくね、見上げ感が強調されたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。で、最後。ここはね、分かりやすいですね。この輪っかの角度。今どっちかっていうと、輪っかだけ見下げの角度になっていますが、
これをね、見上げているように角度を調整していきます。はい、キャラクターについてはこんな感じでしょうか。次に背景です。見上げ構図を強調するには何よりも背景が大事です。なんならキャラクターが描けていなくても背景さえちゃんと描けていれば見上げている感じは伝わってしまうぐらい、そのぐらい見上げ構図には背景が大事。ポイントはですね、これです。はい、もしかしたらね、覚えている人もいるかもしれませんが、前にね、海の添削の時に出てきたパース線ですね。上に向かってすぼんでいくパース線。これを背景のどこかに含めることができれば、見上げているっていうことを一気に説明できちゃうんですが、どこに入れましょう？ビルとかね、建物があったらその建物のパースをこの線に沿わせればいいんですが、どこかないかなーって見ていくと、ありました。これですね。この雲のような、これですね。これもしかしたら雲かもしれないんですけど、これをオーロラみたいな感じにすることで、このパース線を加えられて、見上げ構図であることが分かりやすくなるんじゃないでしょうか。やってみます。はい、どうですか？オーロラの縦に伸びる線をさっきのパース線に沿わせて、こんな風に描いてみました。そうすることでほら、どうでしょう？彼女を地上から見上げているような感じが一気に増しましたよね。ちょっとね、オーロラが見えるなんてここどこだよってね、ツッコミが入るかもしれませんが、そうですね、オーロラは天使と共に現れるみたいな伝承がある設定だったり、そういうタイトルにしてしまえばロマンチックさもついでにね、追加できますよね。これ結構ありじゃないですか？いいですよね。あとはね、ちょっと月がさっきあったんですけども、これがね、消えてしまいましたので、少し位置をずらして調整してみましょう。はい、ちょっとね、月の大きさも太くて大きかったので、少し細くすっきりとした神秘的な形に変更してみました。あとは、背景をちょっと変更するうちに、星が消えてしまった部分もあるので、最後にね、星を追加していきましょう。はい、こんな感じ。あとは、これで十分ではあるんですが、最後の仕上げとして、舞い散る羽を調整します。さっきはですね、すべての羽が同じ大きさでしたが、手前と奥とで大きさを変えることで、さらにね、見上げた感じを強調することができます。こんな感じです。はい、画面手前の羽を大きくしてぼやかして、奥に行くに従って小さな羽にしました。これでさらに僕と彼女の立ち位置がはっきりしましたね。で、さらに最後、天使のこの世ならざる美しさ、神秘性みたいなものを強調するために、周りをね、うっすら発光させてもいいかもしれません。やってみます。はい、こんな感じです。以上で今回の添削は終了となります。並べて見比べていってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？はい、オーロラがね、かなりカラフルさが追加されたので、結構ね、イメージが違って見えると思いますが、
顔はね、ほとんど変えてません。かなりね、可愛く描けていたと思います。最初から見ていきましょう。最初はこんな感じです。今回のテーマは自分と相手との立ち位置をはっきりさせることによってこの絵はさらに良くなるよという話をしながらですね、見上げ構図にしていくっていうね、添削をしていきました。最初は羽ですね。羽を手前は大きく、奥は小さくすることによって、あとは角度をちょっとね、つけることによって見上げ構図であることを強調することができます。で、次にキャラクター本体ですね。キャラクター本体についてもこのようにこの袖口の断面、そしてお腹周りの服の断面、これを意識することによって見上げ構図であることを強調できます。あとはちょっと細かいですが、この髪の毛のハイライトの入り方、このね、入り方も断面を意識することによって見上げ構図であることが強調できると思います。そして何といっても大きいのがこの背景ですね。背景で見上げ構図を強調することができます。具体的には上にすぼんでいくこのパース線、これをどこかに入れ込むことによって、今回はね、このオーロラのこの縦線ですね、ここに、上に向かってすぼんでいくパース線を入れられることによって見上げ構図であることを強調することができちゃいます。そして最後、ダメ押しの一手ですね。羽の入り方、これをね、手前は大きくぼやかして奥に行くに従って小さくしていく。これによっても自分の立ち位置と、あとは彼女の立ち位置、これをね、はっきりさせることができると思います。はい、今回はですね、主に見上げ構図について解説してきました。このように構図による見た目の変更が絵に大きな影響を及ぼします。これについてはですね、こちらの動画、徹底解説、上手な絵の3つの特徴を図解します。こちらではですね、こうやったら絵はうまく見えるよっていう構図を考える上でのヒントを分かりやすく図解した動画になります。これさえ知っておけば簡単に絵の魅力をアップできちゃう。すごく強力な方法を紹介した動画ですので、ぜひね、こちらも合わせて見ていただけると、あなたの画力アップに確実につながると思います。ぜひチェックしてみてくださいね。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。